こんにちは、鷹の目工作室です。今回はオイルタンクを作ります。材料は真鍮板です。適当な幅の材料があったので、長さを正確に切るためメタルソーを使うつもりでいます。そのため、バイスを横倒しにしてセットしています。材料の長さがバイスの幅と同じくらいであれば、部品ごとに直接長さで切っていきます。今回は材料がとても長いので、おおむね半分に最初に切って、それから個々の部品を切り離すつもりでした。ところがこの作戦、材料の上部がスピンドルと干渉するため、水泡と期しました。仕方がないので、最初だけバンドソーで切ることとしました。薄い板材をノコギリで切る場合には、教科書的には刃は少なくとも2山以上材料にかかるべきと書かれています。やっと適当な長さになったので、メタルソーで切り離しを行います。メタルソーを使うのは、フライス板の Z メモリで正確な幅に切ることができるということに加えて、切断面が平らで、そのまま仕上げとして使えるからです。側板はメタルソーで切れたので、続いては底板です。こちらは初めから適当な大きさの材料があったので、所定の長さに切断するだけです。底板は厚みが1ミリしかなく、強度不足でうまく切れません。結局、メタルソードの切断には断念しました。ここでも頼みの綱はバンドソーです。残る部材は前板です。こちらは厚みが3ミリあるので、メタルソーでも切断することはできます。ただし、材料の長さが長いので、バイスでクランプしているところから遠くを切ることになるので、初めからバンドソーで切ることにしました。結局、すべての部品でバンドソーを使う結果となりました。切り出した部品をこの後の加工の準備として切断面を整えていきます。最初は側板です。側板は他の部品と異なり、銀ロウ付け前に幅を正確にしておく必要があります。また、2枚の側板は寸法が揃っていなくてはいけません。そのため、2枚を両面テープで貼り合わせることとしました。ロックタイトを使うことも考えましたが、剥がすのに苦労するのも嫌だったので、手軽に使える両面テープを選択しました。結果から言うと、両面テープはあまり良い選択肢ではありませんでした。弾力もあり、厚みのある粘着剤は力をかけるとずれますし、剥がすのも結構大変で、剥がした後も粘着剤をきれいに拭き取るのには手間がかかりました。貼り合わせた状態で両側を削って幅を整え、平行としていきます。ここで幅の最終調整を行っているので、メタルソーを使ったご利益はなくなります。
底板と接する部分を直角に仕上げます。他の部品も2辺の平行と1辺の直角を修正します。加工風景は変わり映えしないので割愛します。前板の毛書きを行います。平岡さんの本の図面では寸法が分かりにくいので、フリーキャドで作図し直して間違いを防ぎます。エッジファインダーを使ってワークの原点を合わせます。毛書きはこの時点ですべて済ませてありますが、ここでの加工は銀ロウ付けの時の仮止めのネジ穴だけです。穴位はフライス板のメモリで決めることとして、毛書きセントでダブルチェックします。続いて後板です。後板の作図中に寸法を間違えた箇所があり、毛書き線も一部間違えたところに引かれています。続いて底板です。ポンプ本体の通る穴の位置を広岡さんの本ではトップビューで書かれています。後の加工の時、分かりやすいようにボトムビューで描くため、中心からのオフセットが反対になっています。最後は側板の加工です。他の部品と異なり、板厚 2mm の小口にネジ穴を開けていきます。図面はありませんが、わずかに毛書き線が見えています。最近、細いドリルが折れるという事故が続出しているので、穴開けだけでも結構緊張しています。
そこに M1.4 のタップです。慎重にネジを切ります。指先のわずかな力ですが、タップがねじれてくるのが伝わってきます。このようなネジ穴が全部で12箇所もあります。最後の穴にネジを切っているとき、それは起こりました。疲れて集中力が途切れたのかもしれません。このような細いタップは折れ込むと救済する方法がありません。材料と工具を失ったのも痛手ですが、精神へのダメージの方が大きいかもしれません。タップの予備はないので、いずれにしろこの話はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。